こんにちは、けいこです。今回はこのコロナウイルスのロックダウンを受けてアメリカの歯科医院の状況をシェアできればなと思って動画にしてみました。で、ざっくり4つに分けていきたいと思います。まず1つ目はミシガンの状況を説明していきます。2つ目は患者さんにお願いしていることとか変わったことをシェアしていきます。で、3つ目がオフィスの状況です。で、4つ目が私がアシスタントなんですけど、アシスタントの状況を説明していきたいと思います。で、最後ちょっと私の心境を皆さんにシェアできればなと思っています。で、1つ目いきます。じゃあまずミシガンについて、人口が998万人、これが2019年時点になってます。で、5月8日現在陽性になった方が4万6326人、亡くなられてしまった方が4393人です。で、5月8日1日だけで言うと陽性者が680人で亡くなられた方が50人になっています。で、ミシガン州で陽性者が初めて出ましたよって言われたのが3月10日の夜ですね。そこから、まだそこの時点では、デンタルオフィスをオープン開いてたんですけど、3月の16日に ADA、アメリカン・デンタル・アソシエーションからの要請で、一般診療とクリーニング、相互検診ですねはクローズしてます。で、この ADA からの要請で今できることっていうのが、アージェントとエマージェンシーケア、緊急要するものっていうのが、これは、もう ER を助けるためですね。基本的に、痛みが出ましたよと、でちょっと炎症が起きて少し腫れましたよ、で次の日になってもテニスボールぐらいになりました、でそれを放置してたら今度喉のところまで来ましたよと、でそしたらもう今度呼吸困難になって呼吸ができませんってなったらもう ER に行くしかないんですよね。で、今病院自体はコロナウイルスのことですごくいっぱいになってるので、それを防ぐっていうためのデンタルオフィスになってます。で もっと詳しく知りたいって方は ADA のホームページのところに載ってるので、毎日アップデートされてますのでちょっと見てみてください。で、2つ目いきます。で、2つ目は患者さんですね。患者さんから歯が痛いんですって電話が来た時はフロントデスクがもうどういう歯の痛みなのかとか、あと熱の症状ありませんかとか、咳ありませんかとか、あとは他州から来られた方、他州から旅行で帰ってきましたとか、他の国から帰ってきましたって、最近帰ってきましたとかいう患者さんについてはお断りをしています。で、そういう時に来れない状況の、患者さんについてはそのまま直接ドクターと話してもらって、でそこで必要であればもうそのまま処方箋を私たちの方から出すこともあります。そういう時はもうオフィスから直接、薬局の方に私たちのオフィスから電話して、で患者さんはそこに行ってピックアップをするだけで、ロックダウンが終わったら来てもらうっていう感じになってます。で、来院されるってなった時はなるべく待合室を使わなくていいように車で待っててもらうこともあります。だいたい私たちのオフィスはだいたい来ると見えるんですよね、外が。なので、もうフロントの鍵も閉まってるので、来たなと思ったら、フロントデスクが迎えに行って鍵を開ける。で、患者さんに入ってもらって、してのまず消毒をしてもらって、で、マスクをしてない方だったらもうマスクを上げます。で、あとは熱をおでこでピッと測っていきます。3つ目が、オフィスの中の状況なんですけど、私たちのオフィスは、結構大きいかなっていうオフィスでドクターが3人います。でそれに伴ってアシスタントもついてますし、フロントデスクもいますし、ハイジェニスト、あと衛生士ですね、もういっぱいいます。衛生士は今は休んでもらってて、でフロントデスクはできる方は、ワークフロムホームで、家で働いてます。ドクターも1日1人しか働いてません。なのでドクター1人、受付1人でアシスタント1人だからオフィスの中で、3人だけになってます。変わったところは、待合室なんですけど、もともと椅子が20個ぐらい置いてあったんですけど、片付けて、間隔を空けるようにしています。
であと雑誌とかおもちゃとかも全部片付けました。であとペンですね、ほぼないんですけど新しい患者さんを今はちょっと受け入れてないので問診票を書くとこはないかな今まで。でも、同意書とかもし抜歯しなくちゃいけないってなった時に同意書にサインしてもらうので、ペンを使う時があるんですけども、そうして触ったらもうそのままペンあげます。はい、お手洗いも一緒です。患者さんがもしお手洗いを使われたらもうフロントデスクで消毒していくって形になってます。4つ目、アシスタントの状況です。患者さんが来ましたよってなったらゴーグルつけてマスクつけて手袋つけて、で患者さんを待合室まで迎えに行きます。で治療中はフェイスシールドをつけてます。でこのフェイスシールドなんですけどデンタルオフィス用にちょっとカスタムメイドされてて、一般的に見るのはちょっと狭くなってるんですけど、ループっていうのをみんな使ってるんですね。衛生士とドクター全員使ってます。なので、ここが分厚くなってます。で私たちのオフィスは結構恵まれてるって言われてて、PPE が全部揃ってます。でガウンもありますし、N95 マスクもあります。でドクターが、N95 マスク用の UV ライトも作ってくれました。基本的に今までもグローブもしてるしマスクもしてるしゴーグルもしてるんですよ。で私たちのオフィスはもう絶対長袖じゃないとダメなんですね。だから全部隠れてる。だから変わったところっていうとフェイスシールドぐらいですね。で、治療後も一緒です。私が、患者さんを外まで連れて行きます。だから患者さんは何も触らないです。で、片付けも一緒ですね。全部消毒していって、で棚も全部消毒していきます。で、診察室にあった歯の模型とか、あとティッシュの箱とかも片付けました。で最後にちょっと私の心境をシェアしていきたいと思います。やっぱり怖いですよね。でも怖いっていうのもこれも、何個か理由があって、で1つ目は、私が誰かに移すんじゃないかっていう恐怖。やっぱり何人もの患者さんに会ってれば私が移る可能性はすごく高くなりますよね。で移ってで家に帰ってきたら旦那に移す可能性も高い。もし重症化して ICU に行っちゃったってなったら私も一緒に行けないしっていう恐怖。あと私が元となってオフィスとかで、あと患者さんみんなで移していくっていう恐怖で、2つ目の恐怖っていうのがこれはいい恐怖だと思うんですよ。怖いから手を一生懸命洗う。で怖いからっと思っても顔を触らないようにする。だから結んでもう何も触らないようにする。これ私の性格上大丈夫って思ったら多分もうこうやって触っちゃう。疲れたとかこうやってってで触っちゃう。でもそしたらもうそれでアウト。だからオーバーリアクションじゃなくていい意味の恐怖。自分が映る恐怖っていうのはないことはない。でも自分が移っても重症化するっていう確率が低いっていう数値が出てるから、もうなったらなったでしょ。なったら交代もできるしねって思うしかない。で今はもうそれよりも歯が痛くて寝れないんですって言ってきた患者さんの痛みを取り除く手助けをするっていうのが私の仕事であって、それぐらいしかできないのでね。でその患者さんの痛みが取れて残りのロックダウンがその方が快適に過ごせれば、それが私の今できることであって私の生きがいにつながっていくのかなって思います。はい、ということで今日はアメリカのロックダウン中の、歯科医院の様子をシェアしてみました。ちょっとアメリカに住んでて歯医者さんに行かなくちゃいけない状況にある方に手助けになればなって思って作ってみました。はい、ということでまた。バイ。Stay safe and stay healthy.